マルズカフェへようこそ。ここではカフェで出るようなパンやお菓子を作っていくよ。よかったら見ててね。ちょっと前マフィンでちょっとお前手抜きすぎちゃうみたいな簡単なもんにしてしまったから、今回奮発してシュークリームというものを作ってみようかなと。自分の中で奮発したってだけで奮発してないやろって思う人もおるかもしれやんけど、お手柔らかに見てってね。この粉古いは100均で売っとるやつ、めっちゃ使いやすいんやって。これ多分ご飯に使うのが本来の使い方なんやけど、使いやすいからよしということで。ティファールの鍋が使いすぎてそこハゲやけど、目をつむってくださいねということで、牛乳で白濁しても何も見えんやんってことで、もう目をつぶっといてくださいね。なんでこんなティファールがハゲハゲになってしまったのかわからんねえけど、そんなそこをガリガリやったわけじゃないのに。これちょっと溶けきらんくて苦戦しとるもん。ちょっとここ目をつむってねーということで、カスタードクリームのこっからが正念場やで。じっくりコトコト、じっくりコトコト。これ混ぜ続けやんとマジすぐ焦げるから、もうもうなんでもいいや。もうひたすら混ぜやんとすぐ、もうバニラビーンズ入れてないね、バニラビーンズ入れたんですかっていうぐらい、なんかもう焦げがいっぱい浮いてくるから、何回その焦げを見てきたことかと思って、もうで取れるんちゃうかっていうぐらい混ぜてもいいわ。何回こすんですかっていうぐらいこすけど、これこせばこすほど美味しいから、マジで。でも氷水に冷やすんやけどさ、ちょっと見てもサイズ合ってないですよねって感じやけど、ちょっとマルズカフェ、無事焦げなバニラビーンズを入れることなく、カスタードクリームは完成いたしましてラップくっしゃくしゃやけど、うまく広げれば使えるよねってことで、なるべくね、密着、乾燥するとパキッパキになるから密着させて、
き生地はちょっとね前のやつを使ってるから、前のとこを引っ張って見てみてね。冷凍したら全然日持ちするから、他のものにも使えるし。薄く引き伸ばしてって、ある程度均等な厚さにして、これはコップを使ったんやけどな。コップでクッキーの型の大きさにくり抜いてって、ちょっと全然取れへんやんって。ついてしまった。全然取れへん。諦めるんかやって感じ。結局取れたんですけどね。コップのフチコさんみたいちゃう。上のコップの芝を、鍋の芝を。こっからな、もうシュー生地はマジ時間勝負って言ってもいいから、もういい、急げつって。慌てて混ぜて。ご飯でも作っとんのかみたいな音するけど。ほんで今予熱したね、オーブンを190度に予熱しまして、これ卵をちょっと何回かに分けて入れるんやけど、これ一気に入れるとマジでスクランブルエッグ出来上がるから、ゆっくり入れてかんとあかんよねーって。ゆっくりずつ入れてもちょっとスクランブルエッグになりかけるんやけど、それを一気に入れると全部がスクランブル、何回言うのって感じだけど、ゆっくり入れろって話やな。マルズカフェ。熱できたよーっていう音。
でさっきの切り抜いたシュー生地を上に乗っけて、で霧吹きして、これなんか手濡らしてババババって手でやるのもいいらしいけど、それちょっとなんか意味あんのみたいな感じで霧吹きにしてみた。焼けたよ。でカスタードクリームに合わせる生クリームで、砂糖はな、そのあれやけど、その甘さ加減好みによりけりやけど、冷蔵庫から出したてのカスタードクリームプリンっていうぐらいペロンペロンやで、ちょっとほぐしてクリームっぽくして、で生クリームちょっとだけ足して、ボールでやるよって思う人はめっちゃおると思うけど、このボールが割れてなかったんっていう、ちょっともう優しい目で見て。ボールに入れたかった気持ちは山ほどあった。なかった。買いに行けって話ないけど、優しい目で見て。でこれちょっと混ぜすぎやんように軽く混ぜ合わせるぐらいでいい。混ぜるともうタレンになるから。一瞬スローモーションになるの何ってめっちゃ気になったけど、何をしたかったんやろ。で絞って、かぶせて、はい完成。ご視聴ありがとうございました。他の動画も見てみてね。